쿄스케 군과 유주 군 우선 앞으로 나와주세요. 센터 파트 A 쿄스케 군, 유주 군은 어깨띠를 쿄스케 군에게 넘겨주시기 바랍니다. センターが変わるっていう予想はしたことはないです。悔しいです。 오늘은 중간 점검을 하겠습니다. 음악 주세요. 파트에 재분배가 필요해 보였습니다. 소타 군의 파트 C. 소타 군의 C 파트 가쿠 군이 가져갔습니다. 悔しいっていう気持ちは大きいです。 우와, 오케이. 아, 됐다. 예. 아홉. 오. 와. すごいね。でか。生まれて初めてだから結構緊張してるっていうのもありますけど楽しみです。挨拶します。せーの。よろしくお願いします。やっぱり自分のパートはもちろん自分で表現するんですけど、その自分らしさを表現できるように準備してきました. 연습한 그대로만 하면 되는데 약간 텐션 오버되면 이게 디테일이 무너질 수 있거든요. 아무 틀리지 마시고 우리 원 대형했을 때 원 간격 잘 하시고 시생이랑 여기 할 때 간격 잘 체크 한번 하시고. 자, 스탠바이 할게요. 지금 스탠바이 할게요. 네, 가보겠습니다. 여러분 이거 우리 단체 이 풀 안무를 여러분들이 다 잘할 때까지 찍는 게 아니에요. 너무 지금 누구는 하다 말고 누구는 안무가 중간에 끊기고 이러거든요. 중간에 실수를 하더라도 끝까지 해야 돼요. 그냥 태연하게 다음 안무를 집중해서 해주셨으면 좋겠습니다. 키미, 또 고개 더 확실하게 하셔야 돼요. 고개 더 이렇게 더 크게 해야 돼요. 자, 바로 라인업 바로 할게요. 가보겠습니다.皆さんこんにちは。
新 TV です、今日はいろんな人にインタビューをしていきたいと思います。少しご足労をかけてしまうかもしれないです。すいません。次のランナーを紹介したいと思います。どうぞ、この方です。通り過ぎてます。すいません。どうぞ、この方です。通り過ぎてます。すいません。こちら。すいません。さあ、名前お願いします。はい、ハクです。ハクさんいらっしゃいました。よいしょ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よいしょ。こんぐらい違う、こんぐらい。今日は MV 撮影じゃないですか。はい。どうですか、こう今撮ってみて。すごいセットじゃないですか。はい。この中ですごい撮れるのがすごい幸せっていうか、幸せっていうか、こうなんていうか、こう楽しくてたまらない。たまらないんだこれ。たまらないですか。たまらない。たまらない。でもハクもこうさ、最初来たよりめっちゃ話すようになった。そうなんですよ。本当に。最初めっちゃ喋んなかったんですけど、ヒョンたちがそう来てくれて自分の気持ちを出すようになって、本当によかったわ。こうなりました。正解なのかわからないですが、ファンの皆様こう温かく正しい道に進んでるのかわかんないです。大丈夫です。今日の顔の点数何点ですか。100点。100点出ました。10点中100点出ちゃいました。これこちらレオ TV、はい、こちら2人、そうたくんと京介くんに突撃インタビューをしに来ました。こんにちは。レオ TV ですね。こちらですね、そうだ、それマイクつけてるかいらないんだってレオ TV こちら、2人にじゃあ質問をしていきたいんですけど、こう撮影中の中でこう前半戦こうパフォーマンスを取ったと思うんですけど、その中でこう個人的になんか面白かったエピソードみたいなのありますか。撮影をしながら。どこかな、なるみのソロパートのところですね。もうそこで自分たちは下にこうやって座ってるんですよ。で前にレオがいるんですね。こうなっていてすごいなんかペンギンのようですごい笑いをこらえながらやっていました。今ゆうじゅくんとはるくんが一緒に待ってるんですけど、本当にこうメンバー内でもみんなに2人が言われてるのが、こうすぐ2人がめちゃめちゃ似てて、似てるよね2人。自分も含めて一番印象に残った場面だったりっていうのを紹介してほしいなと思います。一番印象に残ってるのは湿気無撮影をしたんですけど。湿気も初めてよね。カメラがもう目の前に11ね、バーッと真横にバーってあって、おーってなりながら、おーってなりながら、でも面白い体験をできました。ぜひご覧ください。はい、お楽しみに。ぜひ。レオ TV 呼ばれてる。レオ TV 呼ばれてる。レオ TV 開きなさいか。さあ、ゲストいらっしゃいました。はい、ルカさん。こんにちは。こんにちは。これ全部ですか。はい、全部です。全部。もう一人もう一人。スペシャルゲスト。なんかはみ出てますね。本当だ。誰ですかね、あれ。誰ですか。バレてまーす。バレてます。みえみえです。バレてまーす。みえみえです。こちらへ。ジャンプしていただいて。来ました。ジャンプできましたか。もちろん。結構高いけど、結構高いけどね。そうですね。でもこんなだったら僕はいつも朝飯前で飛んでる。だいぶ高いと思うんですけどね。可愛くないよ。可愛いよ。かっこいい。最近なんか、こう MV 撮影に向けて練習してたじゃないですか。はい。なんか大変だったなとか。タイトルでも撮るじゃないですか。はいはいはい。やっぱ表情をこううまく自分でコントロールできるような練習をしてましたね。そこまで言うなら見せてもらってすいません。どこのパートかな。じゃああそこですね。皆さん一列いて、はい。じゃあ行きます。行きます。太陽とじゃあ学校せーの、新レオ TV です。でここからはね、2人ではい。新レオ TV ということで、2人合で、体しちゃってね。合体してインタビューをしていきたいと思います。はい。
探してきました。なるみくんこんにちは。今日あった出来事の中で TMI を聞いていきたいと思います。 TMI はい。今日はこのお昼ご飯にこのサムギョプサルがあったらしいんですけど、自分がご飯食べに行った頃にはこのサムギョプサルがなくて、ちょっとどういうことって思って。なかった？まあこれはどういうことかというとですね、僕が解説するとですね、こうご飯を食べに行くってなったんですけど、こうなるみくんとそうたくんとはるくんはこうまたね別の撮影でこう3人が後からご飯食べることになったんですけど、先に僕たち残りのメンバーがご飯食べに行った時に、僕の記憶上によるとしんくん、がっくん、るかくん、ゆうじくん、この4人がですねサムギョプサルをたくさんおかわりしていました。ということで、それでですね、サムギョプサル何杯食べました？はい。2杯食べました。はい、アウト。どうも。ちょっとありえないです。ありえないですよ。ありえないです。悲しいっていう気分もあるし。ごめん。若いということで。ごめん。俺のせい。じゃあ今度買ってください。マイペースで行こう。大福よ。あ、でも塩パンうまそう。俺と勝負して勝ったら食べられるんですよ。待って、こういうのやばいよ。いやー、できるか？苦手だよ。カルボナーラ。 ISTJ。あ、そういうこと？早食いだと思ってた。早食いだと思った。もうレモンやばい。レオの MBTI はISTJ。やばい。じゃあいただきます。なんか酸っぱくなってきた。口の中。うわ、口の中酸っぱい。あ、でもいい。あ、でも意外といけるか。おお。あ、でも酸っぱいわ。じゃあ時間差。後から時間差か。MBTI なんですか？MBTI なんですか？ゆうじくん MBTI 何？俺 EX。おい誰も教えてくんないよ。やばいって。ちょっと待って、読むの遅いんだよ、ミモ。兄さんたちが驚いたなるみが最大で食べられる旬。なんだっけ。なんだっけ。26。違う、26ミーだ。間違えた。お、最後までね、ちゃんと。大丈夫？大丈夫？マジ？お、鍛えられてるわ。本当？いきますよ。はい。はい。
なるみが初めて入社した日に注文したチキンは何何これどうぞ。あれちゃんと食べきった食べきった。さあ緊張するぞ。カイジが二度と食べたくないと言っていたユージュが作った料理をこれいいやん。分かった分かった。これ分かった。カルボナーラ。わかります。わかります。フレンチトーストです。まあでも酸っぱいの好きなんで。そうなんだ。じゃあ無表情いってみよう。あ、すっごいこれ。ごめんなさい。いや、酸っぱいのってここら辺でエース決めてもらわないと困るぜ。ソータが考える自分の魅力はセクシー。え、マジ？これいいですか？このヒといただきたいと思います。あいきます。なるみしか当ててないからね。そうだよ。頼むよ。そろそろ行こう。シンが名付けた愛犬の名前は？え、これずるいよ、ずるいよ。これはなしじゃないずるいずるい。反則反則。社員。いや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 。いや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 。うわジェスチャーゲームです。おお。あ、なるほどなこれるほど。得意これ得意。なるほど、これいけんじゃん。これ得意っすよ結構。あ、バスケバスケバスケ。楽しい。ファイティング頑張れ。あ、バスケバスケバスケ。イエスイエスイエス。あ、プール、水泳水泳水泳。おお、オッケーオッケーオッケー。バドミントンバドミントン。イエス。おお。相撲。イエスイエスイエス。俺いけるんちゃうこれ。え？あるよあるよ。自転車自転車。イエスイエスイエス。おお。オッケー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 。いけ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 。やばいやばい。ラグビー。ナイス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 。すごい。いったんちゃん。いったんちゃん。これいったんちゃんこれいったんちゃん。カンカンカン。スポーツの方が絶対いい。感情やばくね？はーいスタート。自信パス。恐怖怖い。寒い。寒い。怖い。パス。やばい、もうパス2回使った。これむずくね？どういうこと？やばい。お願い。希望。ねえねえ、どういうことどういうことどういうこと？
希望お願いします。あ、祈り。感謝じゃない。どういうことどういうことむずい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 。待って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 。一回見せてあげれば。最初ときめき。これ感謝じゃない。はい、ごめんなさい。すいません。すごい。わあ。やば。これはすごい。応援ハイ。スクリーンじゃないか。シネマ。シネマ館行くシネマ界で映画やん。夢のスタートライン応援ハイ。何何何何何何何。わからなすぎる。普段と別のスタジオってことでなんか特別なことをするのかなって思います。でっかいモニターがあったので何かみんなで鑑賞するのかなとは思いましたね。 MV をこう撮っていたので、それをこう鑑賞するんじゃないかなとちょっと予想していました。でもなんかステージあるんだよね。そうなんですよね。ガク踊っちゃう。ストレッチしとく。ストレッチしとく。でもなんだろう。わあ、来たこの音。やばい。11人のランナーの皆さん、第1区間シグナルソングレースが終わりました。皆さんが力を合わせて完成させた初めての成果、シグナルソングのミュージックビデオを今から公開します。ちょっと待って、緊張するわ。やばい。期待をしながら大丈夫かなっていう気持ちもだから2つが同時にあったような気がします。ついに見えるんだなって思ってワクワクしてました。初めて11人で撮る作品だったので、チームワークをしっかり出すことができているか、自分がやりたかったことを精一杯出し切れているか、その2点がとても楽しみでした。皆さん準備はよろしいですか？はい。レッツゴー。応援ハイ。夢のスタートライン。ゴー。レッツゴー。レッツゴー。うわ、マジドキドキする。わあ、来る。やばい。自分がその最初のパートだったので映っていて MV を撮ったんだっていうのが急に実感してきて、なんかすごい不思議な気持ちでした。縦横長。すごっ。やば。なんかキャラクターみたい。すげえ。キャラクターみたい。こう見てすげえ。このシンクかっけかっこいい。いやいい。お。わあ。お、これ。これめっちゃ頑張ってたもんな。やばい。あ、すごいわ。やば。いいね。自分が主役としてのミュージックビデオは本当にないので、すごい嬉しかったです。すごい。すごい。めっちゃいい。かっこいい。
マイペースでいこう。やば。おーすげえ綺麗。お前ですか？お前ですか？レオ来た。レオかわいい。シンくんよ。レオいいな。あ、なるみー。来た。お、なるみーや。走ってる走ってる。全部詰まってた。めっちゃすごい。やばいね。めっちゃ感動。すごい。やばい。うわ感動感動。なんかキャラクターみたいだったみんな。ね。一人一人が一人一人の表情がしっかり見えて。ね、めっちゃ一人一人見えた。これが初の11人の曲。初のやばい。やばい。なんか11人でこれを踊ったんだというふうに思ってなんかすごい感動をしました。かっこよく映っててすごい楽しそうな部分も見えたので、そこから自分の心も震え上がりました。アーティストの活動の象徴ともいえるミュージックビデオの動画が出ることが夢を一つ達成したように感じていました。最大を尽くして頑張ったミュージックビデオ撮影だったので、見てとても明るく元気なパワーをもらえたらいいなと思います。これ絶対さ皆さん喜んでくれるよ。そうだね、そうですね。マイペースで行こう大丈夫だった。いやマジでよかった。いやマジでよかった。ヒーリングパーク。めっちゃよかった。さすが。ありがとうございます。マイペースで行こうのパートは自分が思ってた以上によく映っていて、ちょっとだけ自分が誇らしくなった気がします。いやここもみんな演技上手。ここ頑張ったもんね。頑張った頑張った頑張った。練習だ。ジャンプまで含めてすごいよ。高すぎた。みんなめっちゃかっこよかった。ね。次が怖い。次が怖い。これの次が怖い。いやマジでやだ。キャー。おにゃせよ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 。びっくりした。ここでこうびっくりした。急に登場されたのでびっくりしました。少し不安な気分になりました。あまり良くないことが起きるんじゃないかなと少し予想してました。怖い。제1구간 시그널송 레이스를 마친 러너 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 오늘 저희가 온 것은 제1구간 시그널송 뮤직비디오 평가를 전달하기 위함입니다. 저희 심사위원 모두
뮤직비디오 현장에서 여러분들의 촬영 과정을 지켜봤고 결과물을 보면서 충분한 시간을 두고 다각도로 생각해 보았습니다. 그럼 지금부터 첫 번째 구간 평가를 시작하도록 하겠습니다.いやーもう始まるのかというふうに本当ただただ緊張していいこう結果で呼ばれたいなというふうに思っていました。悪い評価を受けるかもしれないと思って怖かったです。すごい不安になったし脱落してしまうんじゃないかなっていう考えがすごい多かったです。今から第1区間の空間評価が始まります。シグナルソング空間を走り抜けてきた11人のランナーたちの実力、魅力、そして潜在能力を評価し、現時点での上位ランナー5名、下位ランナー6名を発表します。また今回の区間では個別フィードバックとともに次のレースを意味する青いバトンをお渡しします。ただし下位ランナーの中で脱落後方ランナーには警告を意味する黄色いバトンが渡されます。優劣をつけられてしまうなというのを感じて緊張感と怖さがありました。もしも下位になったらどうしようっていう不安はありました。 지금부터 제1구간 상위권 러너를 호명하도록 하겠습니다. 상위권입니다. 쿄스케. はい。 유주. はい。 루카 러너. はい。 가쿠 러너. はい。 마지막으로 레오 러너 앞으로 나와주세요.まさかの自分が最初に呼ばれたので、一旦はこの第一区域を通過してきたということでホッとしてました。こう上位ランナーに呼ばれた5人は僕も納得できるようなメンバーだったと思います。 쿄스케. はい。 쿄스케 러너는 이번 시그널송 구간에서 센터의 역할을 굉장히 잘 해주었다고 생각을 합니다. 다만 표정 연기가 조금 더 다양하게 할 수 있도록 더 열심히 노력을 하신다면 중요한 역할을 잘 해내실 수 있을 거라 생각합니다. はい。 구간을 통과했다는 의미로 파란 바톤을 전달드리겠습니다. 감사합니다. 다음 상위권 러너 유주. はい。 유주군의 촬영하는 모습을 보면서 이 뮤비는 유주군 맞춤형 뮤비가 아닌가라는 생각이 들 정도로 굉장히 컨셉을 잘 이해를 해주시고 진짜 잘했다. 표정과 목소리가 굉장히 잘 어울렸다라고 생각을 하는데 단지 본인 스스로 자기 실력에 대한 자신감이 좀 낮은 것 같아서 이 결과로 자신감을 좀 더 가져도 되지 않을까. はい。 다음 상위권 러너 루카. はい。 가쿠. 루카고는 이번에 엄청 향상된 실력으로 저희를 좀 놀라게 해줬잖아요. 본인 파트를 할 때 퍼포먼스의 무게감이 남들과는 좀 다르게 무겁게 느껴졌고 굉장히 잘했습니다. ありがとうございます。 감사합니다.
마지막 상위권 러너 레오군. 사실 레오군의 파트가 나오면 단숨에 레오군에게 몰입이 될 정도로 눈길을 끌어당기는 힘과 매력이 있다라고 생각을 했습니다. 쟤네 진짜 너무 곡이랑 잘 어울려. 하지만 점점 지나갈수록 텐션이 낮아져서 이제 그런 부분들은 체력 관리를 잘 하시면서 끝까지 에너지를 보여주시면 좋을 것 같습니다. 다음 구간도 기대하겠습니다. 감사합니다. 상위권 러너 여러분 고생하셨습니다. 여러분들은 구간을 잘 통과하셨습니다. ありがとうございました。僕はこう一緒に上位に上がれてよかったなと安心してました。よかった、これからも頑張んなきゃ。安心感とありがたいという気持ちと本当これからも頑張りますっていうもう3つだけですね。그럼 지금부터 하위권 러너 구간 평가를 시작하겠습니다. 나루미. 나름의 거는 왜 본인이 하위권이 됐다고 생각하세요? 自分が思うにやっぱり実力もこのメンバーとはやっぱり差があるっていう部分も分かっているので、それはもうなんかしょうがないなとは思いました。脱落の危機にいるランナーの客観的なモニタリングのために第1区間の練習映像の一部を公開します。영상에서도 그렇고 다른 친구들에 비해서 디테일이 많이 떨어지는 것 같네요. 연습할 때 좀 더 다른 형들 하는 걸 보면서 많이 고치고 배워야 할 것 같아요. 좀 더 진지한 자세로 연습에 임해야 될 것 같습니다. 그럼 결과를 발표하겠습니다. 감사합니다. 탈락 위기 러너인 노란 바톤을 드렸습니다. 次のミッションではさっき言われたディテールなどを意識して頑張っていきたいと思います。일단 하루군한테 하고 싶은 말은 연습을 많이 했다라고는 하지만 결국에는 지금 우리가 뮤직비디오 현장에서 하루군한테 원하는 것들이 나오지 않았기 때문에 이 부분은 스스로가 더욱더 연구를 많이 하고 연습을 해야 될 것 같다고 생각이 들었고요. 여기 계신 분들이 하는 피드백을 절대 허투루 듣지 마세요. 탈락 위기 러너인 노란 바톤을 드렸습니다. 현재 남은 바톤은 파란색 2개, 노란색 2개입니다. 러너 신군 앞으로 나와주세요.
우리 데뷔 평가를 했었을 때 신군에 대한 평가는 굉장히 퍼포먼스를 안정적으로 한다라는 부분이었어요. 오히려 그런 부분들이 인상 깊은 부분을 남기지 못한 게 있고 군무 대형 안에서 디테일을 맞출 수 있도록 더 노력을 해 주셔야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그럼 결과를 발표하겠습니다. 내려와 주세요. 네. 감사합니다. 탈락 위기 러너인 노란색 바톤을 드렸습니다. 求められていることだけをやっていればいいっていう考え方だったので、それ以上のものを出せるように頑張りたいと思います。 소타 러너 네. 저희가 소타군을 믿고 또 같은 C 파트를 줄 수 있을 거라고 생각되나요? それは自分の努力次第だと思ってるし、やっぱ自分はやるって決めたらやる人間なので、第2区間成功させようって思ってます。 그럼 결과를 발표하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 구간 통과를 의미하는 파란 바톤을 드렸습니다. 더 나은 모습을 보여주시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 소타. 확실히 근데 안무가 좀 약하긴 해요. 그렇죠. 근데 옆에 잘하는 친구들 보면서 괜찮은 동작 빨리빨리 캐치는 하더라고요. 네. 센스는 있는데 아직 실력이 부족한. 성장은 사실 지금 뉴페이스들 중에 가장 빠르지 않나 싶긴 해. 青いバトンを渡された時は正直もうすごい驚いてました。今よりももっと努力してより成長した自分を見せれるように頑張ります。 현재 남은 바톤은 파란색 1개, 노란색 1개입니다. 한 러너는 구간을 통과하는 러너가 되고 다른 러너는 탈락 위기 러너가 됩니다. 카이지 러너부터 평가 시작하겠습니다. 네. 제가 영상을 보고 판단했을 때는 옆 사람을 보면서 안무를 놓치는 거는 사실 제 상식선에서 이해가 가진 않거든요. これだけは自信を持って言えるんですけど、僕は振り付けよりも立ち位置だったりこうメンバー間のこうレベルだったりをすごく気にしながら踊っていて、あそこの振り付けを間違えたというよりかは立ち位置を気にしてしまっていました。 위치를 맞추기 위해서 그런 행동을 했다고 하더라도 결국에는 카메라에 다 찍히고 대중들에게 공개가 되는 거겠죠? 그리고 저는 자기 만족만큼 지금 우리 상황에서 아니라고 위험한 생각은 없는 것 같습니다. 그럼 결과를 발표하겠습니다. 카이지가 탈락 위기 러너인 노란 바톤을 받게 될 경우 하쿠는 구간 통과를 의미하는 파란 바톤을 받게 됩니다. 감사합니다. 카이지 군은 파란 바톤을 받았습니다. 자리로 돌아가 주세요. 감사합니다. 카이지코는 정말 에너지가 좋은 친구라고 많이 느꼈어요. 안무적으로 봤을 때
타이지꾼이 전체적인 대형에서 눈에 잘 띄거나 이런 파트가 사실 잘 없었거든요. 근데 열심히 하네. 이미지 컷이나 그런 부분에서 본인을 좀 더 나타내려고 노력을 했었고 그런 부분을 저는 되게 좋게 샀어요. 自分が下位グループに所属していることを忘れずいい機会と捉えてまだまだ成長を止めないで頑張って走っていきたいと思います。ありがとうございます。 마지막으로 하쿠 러너, 왜 본인이 탈락 위기 러너가 됐다고 생각하세요? 実力面もあるし自分に欠けてる部分があったからこういう結果になってしまったのだと思いました。 일단 영상을 먼저 보도록 하겠습니다. 계속해서 노력을 하고 있는 거는 너무나 잘 알고 있고 아쉬운 부분들이 개선되는 것도 알고 있습니다. 그런데 조금 더 우리에게 확신을 주시면 좋을 것 같아요. 하쿠 러너에게 탈락 위기 러너인 노란 바톤을 드리겠습니다. シグナルソングのミッションでは自分を完全に見せることができなかったからこういう結果になってしまったので、その2ラウンドのミッションでは自分に自信を持って頑張りたいと思います。 첫 번째 구간을 잘 통과한 여러분 모두 고생하셨습니다. 긍정의 파란 바톤을 받은 러너도 있고 위기의 노란 바톤을 받은 러너도 있지만 첫 번째 구간을 에너지로 삼아서 앞으로 레이스에서 더 힘차게 달려주시면 되겠습니다. 모두 고생하셨습니다. 첫 번째 구간 평가를 마치겠습니다. 잘했어. 今は本当に崖っぷちにいるので、もう今までの練習量を本当に見直して本当に変わらないといけないと思ってます。最後に青いバトンをもらったランナーが僕だったので喜びたいけど喜べないみたいな、そんな半分半分な気持ちで複雑でした。自分のこの結果をちゃんと受け止めて次のミッションでは一番印象を残せるようなメンバーになりたいなっていうふうに思っています。崩れそうな気持ちでしたけど次やるしかないっていう気持ちもありました。脱落してしまう危機感を抱いたのですごい焦りました。ついに来たか。 J-POP アイドルデビューという夢のスタートラインに立つ11人のランナーたち。第1区間のミッションはうまくできましたか？今日から皆さんと第2区間、第3区間を一緒に走るレースメーカー本田ひとみです。よろしくお願いします。すごい僕たちのデビューをサポートしてくれるということですごい嬉しかったし頑張りたいなっていうふうに思いました。今から次のレースを公開します。来たー。大事やん。めっちゃ大事やん。なんだ。緊張する。
第2区間はレジェンド J-POP カバーです。レジェンド J-POP 何？長い間多くの人々に愛されてきた伝説の J-POP を皆さんの魅力でどれだけ素敵に表現できるかが今回のレースのポイントです。なるほど。いろんな人に愛されてきた曲っていうのをカバーすることになったんだなと思い、とても嬉しかったです。予想ができなかったのですごいワクワクしてます。今回の区間は5人対6人のチーム対決となります。来たついに来たか。5人 VS2 つ。うわバーサス。そして第2区間レジェンド J-POP カバーレースでは負けたチームからは脱落者が出てしまいます。負けたチームからやば。負けたチーム。まずは勝たない。やばいやばいやばい、鳥肌すごい鳥肌すごい。わあ、脱落という言葉が本当に嫌いな言葉なので、心臓があってももったいないなっていう気持ちでした。ここで僕は勝たなきゃいけないなって思いました。それでは今から第2区間レジェンド J-POP カバーレース1曲目を公開します。あ、そうか、2曲あんのか。2曲あんのか。不安だわ。なんだ？中森明菜のデザイア。すごい。わーお、小道具あるのか。ハンドマイク。うわー。初めて僕聞いたんですけど、今まで練習をしてきた曲とは全くこう雰囲気が違う感じで、こういう曲も自分は消化できるようになりたいなっていう風に前向きな気持ちになりました。小道具も使ってたので、そこをうまく活かせるかどうかが重要になってくるなってすごい思いました。やば。なるほど。いや、マイクやばいね。ハンドマイクやばい。やばい。めっちゃ大変。パフォーマンス営業あんまりやったことない、練習したことない感じだったから、新しい。ちょっと新しいな。第2区間レジェンド J-POP カバーレース2曲目を公開します。来た。全然想像つかなくなっちゃった。スピードのボディー&ソウル。欲しいものはいつも溢れているから、立ち止まってる暇はないよね。刺激がもっと欲しい。ポップな感じですごいノリノリの曲だったし、ダンスバトルみたいな感じでやってるところも印象が強くてノリノリでしたね。
なんかめっちゃ反対ね、反対だね。やばすごいな。ダンスバトル系だと1曲目は構成も難しそうですね。確かに確かに。2曲あるからね、なんかチーム分けがねまたどうなんですか。確かにね。そうなんだよね。5-6だもんね。5-6そこ大事です。あれとかないよね。エースのベネフィット。エースが決める素晴らしいベネフィット。割とある。そう。これから11人のランナーの中でシグナルソング空間のエースだと思う人を今選んでください。うわエースエースを選ぶってなって聞いた時はすごい驚きました。エースがこうその時その時で変わるんだっていう風に。エースには素晴らしいベネフィットが与えられます。やばいそれ。ベネフィットね。いやマジでやだ。自分がエースだと思うのはガクだと思います。ガクです。ガクはこうダンスブレイクの時に一緒に候補としてやったんですけど、そこでも選ばれてすごく努力してたのも見たし、表情もすごく良かったので。ガクくんだ。ガクにしたいと思います。ガクです。ガクくんです。ガクくん魅力的な表情に引き込まれました。ガクくんの表情が最高でした。僕が選んだエースはルカヒョンです。ルカくんだ。はい、ルカくん。エースはルカくんです。第1区間シグナルソングのエースはガク。これから第2区間レジェンド J-POP カバーレースのチームの決め方を発表します。チーム編成は前回シグナルソングのエースとセカンドエースがそれぞれ1人ずつ順番にミッション曲とチームメンバーを指名して決める形になります。これやばいね。一人ずつ順番にミッション曲とチーム。つまりミッション曲を先に選ぶかメンバーを先に選ぶかが今回のチーム編成において最も重要な戦略となります。うわ何これ。いいエースは難しいよ。これやばいね。どっちかってこと。だから優先して。選ぶがマジ大変だろう。それではエースとセカンドエースは前に出てきてください。起立。はい。素晴らしいだ。わお。どうやって決めるんだろう。いやもともとエースだけがこうベネフィットもらえるっていう風に聞いてたので、これはセカンドエースでもベネフィットの権限があるのかなと思って、なんかエースっていう存在がちょっと薄いのかなっていう風に正直思ってしまいました。脱落とかもある分やっぱ人の人生かかってるので、ガクがエースなんですけど勝てるように見せつけてやりたいと思います。第2区間レジェンド J-POP カバーレース、それぞれの場所でチーム編成の戦略を立ててください。緊張すごいしてた状態なんですけど、ここで僕は絶対勝たなきゃいけないなって思いました。もちろん今回負けるわけにはいかないし、始まってしまうんだなっていう僕は不安で正直いっぱいでした。ぼーっとしてたらできないから、ぼーっとしないでマジで集中してやってほしい。歌詞はっきり。若干怒りを覚えました。このままだと本当に相手側のチームが、語れるんではないでしょうか。아이돌 하고 싶은 거 맞아요? 간절하지 않은 것 같아요. しんどいし苦しいけどやらなきゃいけないから。このオーディションにデビューにめちゃくちゃ気持ちを入れてると思ってて、大丈夫だって信じてるから。エースのベネフィットを発表します。終わったと思いました。